デカールなんですけど、簡単な形のものであれば、このゼッケンとかこの周りの透明のニスの部分ですね、これをナイフでカットしちゃいます。あんまりギリギリにやるとプリント面削っちゃうんで、多少ニスがコンマ何ミリか残るような感じで、R のかかってるところはこうデカールを回すような感じでできます。でニスを取るのはいいんですけど、気をつけなくてはいけないのがデカール貼るときにこの周りの細いニスがデカールの下にね潜り込んじゃうと、そこで段差ができちゃうんで、この透明のニスはちゃんと水の中で落としてやります。であとは一枚今血を貼ったんですけどね、こっちをほんの少ししかニスが残ってない。貼るときに一回ね当然マークセッターを塗るんですけど、今やったのはホコリを、もし万が一ホコリ乗ってるとホコリがそのデカールの下に残っちゃうんで、こまめにホコリを落としてやった方がいいと思います。ちょっと今バタバタになってきたんで、ここで透明のニスを洗い流す。だからあんまりちっちゃいデカールはねできないんですよ。ピンセットでつまんでね取ってもいいんですけど、こうやってやるとインストでねしっかり位置を確認しましょうね。でこの筆で周りの水から徐々に吸い取らせて、動かないようにしてやると、あとは筆で水を押し出す。である程度押し出したらもう次に綿棒を転がしますね。綿棒転がして、さらに中の水を押し出してやるという方法でやってますね。でさらに密着性高めるために、結構タミヤはソフター使っちゃうとちょっと弱い傾向があるんで、セッターだけで最初にセッター塗ってあるんでね、この上から塗るのは必要ないかもしれない、こんなでかいのは。ただ今この後やるんですけど、ドアのパネルラインがあるんで、こうやって光を反射させて変な膨らみが残ってないように、水とか残ってるとそこがポコンと膨らんでるはずなんで、それはしっかり取り出した方がいいですね。でここを切るんですよ、ナイフで。ただ今貼ったばっかなのに切れないです。切ってからそこでまたセッターを、スッと塗ってやって、
ドライでちょっと温めて、それからこう筆かなんかでスッと押さえてやると、このパネルラインの中にデカール入っていくので、どの段階で切るか、だいたい10分15分ぐらいでいいと思うんですけど、これ今ちょっと当ててみますね。そうするとちょっと動きますよね。この段階ではまだ早いんですよ。これが動かなくなるんで、ちょっと置いておきます。ちなみにねやっぱ下の色が濃いんで、微妙にこう白いこのゼッケンに微妙に下の黒みが出ちゃってますね。実写はもっと真っ白の方です。ラッピングフィルム、カッティングシートなんで、下のカラーを全く外に出さないステッカー貼ってますからね。いけるかな。この開口部の縁、ここに透明のニスが回り込む形でなるので、ソフトを塗って綿棒で押さえるなり、綿棒で押さえれば多分大丈夫だと思いますけど、ちょっと回りきらねえな。こういうとこはちょっと今回りきらないんです。ソフターをちょっと塗ります。軽く。これで押さえてやれば多分大丈夫でしょう。クリアですね、クリア。ガイアの EX クリアです。EX03。これ、今から塗るんは、だいたい7対3。シンナーは、ポピュラーなクレオスのあれですよ。リターダーシンナー。でやっぱホコリがね一番やっぱり嫌なんで、ちゃんとホコリ落としてやって、あと腕まくりですね。腕まくりがホコリ防止に非常に役立つと信じてやまないザーキョンでございます。でまずデカールですね。デカール貼ってだいたい1は置けば塗れるはずです。塗れると思います。よっぽど湿気が高いところに住んでなければ。まず砂吹きです。いきなりブワーっと拭いちゃうとデカールやられちゃうんで、デカールをこう押さえるための砂吹きを軽く、砂吹きっていうのはちょっと離れたところから、ふわっとかけるようにで、ふわっとかける程度なのですぐ乾きますよね。あとちゃんとね部屋の掃除をこの塗装の前に、エアブラシの前には特に、0.5 ミリどうしても、0.5 ミリだからってわけじゃないけれども、塩圧いっぱいいっぱい上げてるんでこれが飛びやすいですから、
でできればなんですけども、僕はサーキュレーターをこのブースの上に乗っけてます。でブース自体は昔のパソコンテーブル2段式の、下にパソコンを置いて上にプリンターを置いてっていうやつですね。そのプリンターを置くとこにサーキュレーターを一番手前に置いて、で外に向けて、だからここにエアカーテンみたいな空気の流れがあるんですよ、上に向かって。そこから向こう側はこっち側のホコリがいかないはずなので、どうしてもその手を突っ込むんで、それで腕まくりしてるわけですね。でさっきよりちょっと厚めに塗ってみます。でさっきよりほんのわずかに近づけました。手をっていうかあれですね、エアブラシを。でそろそろ本吹きですね。リターダー入れてるんで塗料自体がちょっと乾きが遅めなんで、のんびりやりましょう。で一応のホコリ対策はしてるんですけど、1回塗るごとにホコリのチェックはやった方がいいですね。立ってるホコリならねピンセットで取れるんですけど、塗料の中に寝ちゃってるやつはもうピンセットでは取れないんで、よし、じゃあぼちぼち乾いたんで3回目ですね。3回目っていうか、ここからほぼ本吹きなんですけど、ここからはエッジの部分を細吹きで、要はこの後の研ぎ出しでやられないように細吹きなんで、あんまりエア圧を上げる必要はないですから、エアブラシのボタンを軽く押す程度で、次に縦横、縦横を塗るんですけど、ムラをなるべく少なくするためですね。でここからはね、なるべく前塗った面にかからないように、飛沫っていうか霧状になったやつが回り込まない塗り方をしてたらいいと思います。だから順番に、今後ろ塗ったんで、今度上でも横でもいいんですけどね、横上向こうとやればこう押していくことができると思うので、こっちからやってみますか。で最初はもうここでちょっとどうしてもノズルの中に塗料が溜まってプパって出るんで、今これプパって出てますよね、圧が低いと。一番最初押し始めたらどうしても圧が低めなんで、その時にププッと粒になるんですよ。だからそのプパって部分をこっちでやっちゃっとく。
で今度上なんで今の横と後ろにかからないような塗り方。で前はだからこの方向からやれば大丈夫かな。前はそんなに。で次右サイドはね、屋根にかからないように気をつければ多分大丈夫だと思う。で置いといて乾いたらまたホコリのチェックですね。ちょっと今気になったのがここデカールがどうなってんだろうこれ。多分ねこれナイフで切ったじゃないですか。その後の押さえが足りなかったかもしれない。やばいな。デカールがやばいな。失敗したな。シンナー分でね浮いてきてるわ。いやー押さえたと思ったんだけどな。こういうトラブルはプラモはつきものですね。これ後でタッチアップしてやれば細い線が2本だけなんで上がれてこなきゃいいけどな。多分浮いてたんでしょうね。デカールのエラーの部分ですね。タミヤのラッカーの、最初ドアミラーで使った塗料です。デカール取っちゃうかな、ここの部分。なんとか抑えられないかなと思ってるんですけど、多分これ以上やるとね広がる。あとは研ぎ出すしかないでしょうね。乾いたかな乾いたかな触ってどうするよ。これどうかな。でやっぱりあれですよ。エッジの部分を気にしながら、まずは塗ります。で次にさっきこの方向に塗ったんで、今度はこう斜め、この垂直ってちょっとこれ距離が短すぎて難しいんで、0.5 だからな。上からちょっとやってみますか。
今だいたい5センチぐらい離してる感じですかね。でちょっと車体を傾けて斜めに、で前は別に横で構わないと。でちょっと斜め方向に持ってます。多分これで屋根にはかかってないと思うんだけどな。ちょっと回ってるね。視点をこうやりたいんですけどね、ちょっと塗りにくいんですよ。最後ですね、4回目かな、5回目かなって感じなんですけど、なんとなく見えてきた順番ですね。まあ後ろこう塗るじゃないですか。で横に左側行って、でそのまま前行っちゃうんですよ。で前のこの角で止めて、でそれから上面塗って、それからこういう感じで塗っていくと、霧状の物質は前の面にかからないような気がします。じゃあ最後ですね。ちょっと今濃さ大丈夫か。ちょっとミスったかな。今最後のここはちょっといや、でこれでクリアは終了ですね。一番最後ミスりましたね。ちょっと濃かったね、まず具体色が。でこれあとは削るだけなんで、その削るのがもうクリアが完全に乾いてからですから、一応ね、初期乾燥機は持ってるんですけど、どうだろう、これがまあこの屋根付きのこの中で乾いて、ベタベタがなくなったと。この中で乾かしてベタベタがなくなったその段階で初期乾燥機入れます。で30度ぐらいかな。初期乾燥機の中の温度計が30度、これは35度ぐらい、35度ぐらいか。60分を1回か2回やって、あと2週間ぐらい放置ですね。最初のうちしか乾燥機使わないです。でその2週間の間に車体とか他のプラモとか作ってますんで、それではまた。